狙ってはいるんですが、全く当たりません。攻撃が入らないということになります。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、後ろにいますアイランドに出てくる地上生物36種対応の ASA 版簡単ヒトマストラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディット、かなり建築関係が変わりまして、以前のトラップ使えなくなっているものがあります。今回 ASA の新建築システムを最大限活用した各生物に合わせた簡易ヒトマストラップをご紹介させていただきます。ここにいない大型生物たちに関しては次回お送りしようと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。今回ですね、サイズに合わせて4パターンございます。最後にですね、注意点などもございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。まず、こちらに今回ゲームできる生物たちが並んでおります。今回お送りするトラップがこちら。基本ベースは一緒でですね、サイズに合わせて4タイプということになります。まずですね、こちらを建築していくにあたって、ASA の変更となった建築システムについて、今回関わってくる部分だけ簡単にご案内しておきます。もう知ってるよっていう方に関してはですね、チャプターで飛んでいただければと思います。ではですね、まず今回使う建材っていうのがスロットに並んでおります5種類となります。まず土台に関してなんですが、今までは設置してですね、回転だけだったんですが、高さも変えれるようになりました。今回使うのは一番下に下ろした状態となります。続いて壁なんですが、表裏切り替えれるのは一緒なんですが、それと別に下に出ているように、同じ壁で扉枠とか両扉枠とか仕様を変えることができるようになりました。なので、壁の資材と両扉枠の資材、同じ量となりました。なので、そのサイズであったり作るトラップに合わせて単純に切り替えるということになってきます。あと、壁の高さが以前よりも高くなりました。これで大きく1枚で入れたところ、逆に1枚で出れた生物が出れなくなったりとか、切り替わっている部分があります。続いて、こちら、新しい建材として4分の1壁が生まれました。切り替えで柵にもできるわけなんですが、これでハーフブロックの高さの建築ができるようになりました。あとはそれに合わせてですね、スロープとかになるんですが、これもですね、基本的に設置したいところにクロスヘアを合わせていただくと設置ができるようになりました。ハマスずらしたりとかもあるんですけどね。あと、スナップ箇所が下に出るようになりましたので、Q ボタンで下の数だけ切り替えることができるようにもなりました。これで結構建築、スナップがってなることがですね、少なくなりましたね。天井なんですが、普通の天井プラスハッチバックと新しい天井ができました。扉だけのものっていうのができました。これも仕様としてなんですが、各扉ですね、どっちに開くとか今までなかったんですが、ここで向きを切り替えれるようになっております。今回これを使って建築していくことになります。もう一つですね、重要な点として、改修なんですが、今までですね、上に建築をしていた場合に土台を改修すると、上のものは壊れてしまいました。ただし、今回土台を拾うと、上にあるものもすべて改修が可能です。つまり、土台1個で作れば、トラップすぐに改修して帰れるというものになりますので、ちゃんとですね、置きっぱにしないで改修して帰りましょう。公式の人はですね、ローカルの人は別にいいですが、ということで ASA の建築の仕様変更は以上です。ではですね、実際にトラップを作っていこうかと思います。まずバージョン1、必要な個数はこちら。
実際作っていきますね。まず、土台を置きます。先ほどご案内した通り、高さを一番下にします。一番下でなくてもいいんですが、スロープがもう一枚必要になってくる可能性がありますので、極力一番下で作っていただいた方が、スロープの数を抑えれます。次に、こちらは両扉枠を設置します。ここは両扉枠でないとですね、暗記録とか壁だと埋まらなかったりするので、両扉枠でいきましょう。続いて、4分の1壁を手前に置きます。そして、傾斜円。実質、スロープでも階段でもいいんですが、ここが登れれば何でもいいです。必要個数一緒なんでね。以上です。一番シンプルなパターンですね。では実際試していくんですが、このトラップでテイムできる恐竜たちがこちら。この中から今回はアンキロくんと迷ったんですが、皆さんテイムするであろうメガテリウムくんにします。ちょっと続きまして、こちらですね、回り込んでいただいて、まっすぐと入ります。アルゲンが引っかからないようにだけ気をつけましょう。これではまりまして、誘導、ちゃんと避ける場合あるんですが、引きつけると割とちゃんと誘導できますので、お試しください。こちらで抜けることはできません。メガテリウムくん、ここの段差抜けれないんでね。続きましてバージョン2となります。必要な個数はこちら。実際作っていきますね。土台を一番下まで貼るのは一緒です。続いて両扉枠を2枚貼ります。手前の入り口のところにも、これは壁でも両扉枠でもいいんですが、1枚貼ります。それに対して傾斜円を貼ります。以上です。これでテイムできる子が、こちら、ユーティンくんだけですね。一応ショートフェイスベアも入ります。ただ、次のバージョン3でしていただいた方が確実だと思いますので、ご活用ください。方向にだけ気をつけてですね、していただければと思うんですが、極力このように引きつけてですね、誘導していただくと、はまります。アルゲンで誘導する場合はね、方向気をつけないといけませんので、気をつけください。これでユーティくん抜けれませんので、ぴったりはまってますんでね、抜けることはありません。続いてバージョン3。必要な個数はこちら。実際作っていきますね。土台を一番下まで貼るのは一緒です。次に、生物によって両扉枠でも良かったりするんですが、基本的には扉枠。手前は一緒で4分の1壁を置きまして、傾斜円を貼ります。ここに今回新実装のハッチをこのように横開きに置きます。これで切り替えて下側に開くようにします。以上です。このバージョン3に関しては使っている建材は一緒なんですが、扉を開ける向きと奥を壁にするっていうパターンがあります。もしくは壁プラス上開きのものがありまして、それも含めて一覧がこちら。後ろに壁って書いているのがこのパターンですね。後ろに上って書いているのがこのパターン。壁上って書いているのがアラネオモフスなんですが、これの扉上開きパターンになってます。アラネオモフスここを越えれるので上にしないと抜けられてしまうということですね。他にもこのスペースですね、抜けれないサイズの子であれば上開きでも問題はないというものになっています。誘導しやすいんで上開きの方がいいパターンもあると思います。では実際ですね、試していくにあたって自分はあんまり使わないんですけど、ダイオドンくんですね。ボス戦のヒーラーになってくれる子なんですが、普通にこのように誘導ができます。特に誘導に困ることはないようなんですが、このようにですね、中に入っても暴れても抜けれないというものになっております。では最後バージョン4。必要な個数はこちら。実際作っていきますね。こちらはまず土台を一番下まで貼ります。続いて通常の壁を2段、手前に1段。そして、ルーフですね。ここに扉を貼ります。
向きは基本的には下でいいです。この状態。これに関しても、テリジノサウルスくんだけですね、を両扉枠2枚にしていただく必要があります。壁だとはまらないのでご注意ください。あとはこのままでも入ります。これでテイムできる子がこちら。今回実践はテリジノくんでいくので、両扉枠に切り替えております。では実際試していきますね。誘導していただくんですが、ちょっと近すぎたので、このまままっすぐですね、抜けていただくと、はまります。割とこっからこの取ってですね、ギリギリ引き付けながらやっていただくといいかと思います。ちょっとダメージは食らってしまうんですがね、あまり離れすぎると回り込んだりしてくると思うので、それで逃げれなくなってます。ということで、最後は実際にですね、巡らしてみましょう。ちなみに余談ですが、R ボタン長押しで持ってる弾切り替えれるようになってます。今1個しかないんであれですが。テリジノくんだけですね、石にダメージが入れれるので、ダメージ入ると回収ができなくなりますので、鉄で作ってしまうのも一つだと思います。はい、寝ました。あとはベリーを入れてテイムするということになりますね。テイムトラップはここにもありますので、ここにですね、オルテイムズになってますが、テイムインプログレスにしていただくと、テイムしてるだけの一覧で出てくることになります。それでトラッキングもできるようになっておりますので、ご活用ください。この1マストラップなんですが、利点がもう一つあります。今これテリジノくん寝ているわけなんですが、ここでですね、扉を閉めまして、壁をここに貼れます。そしてここにも貼れます。そしてここにも貼れます。この状態で、こうしてもですね、攻撃が当たらないんですね。これちょっと体出てるんですけど、ここに判定ないんですね。テリジノくんの今判定あるのは、この箱の中にあるので、足の根元のところになりますんでね、立っているところになるんで、ここに攻撃判定がありません。サバイバーで叩くとですね、叩けてしまうんですけど、インベントリーも開けるんですけどね。ただ野生距離には攻撃されないということがあります。なので、特に囲わずにですね、このまましていただくと、テイム恐竜自体もですね、襲われずに放置しておけるというものになります。もちろんこれですね、ここから入れてもいいですし、もう一つ壁がありまして、一番最後まで切り替えるとですね、色が違う壁があります。これをここに使っていただくと開けるので、ここからアクセスができる、閉じれるっていうものになってますので、最初のスロープを貼る部分をこの回転扉にしておくとアクセスができるというものになってますし、襲われないというものになってます。一応野生生物でも試してみますね。このまま野生のレックス君でも攻撃してもですね、テリジノ君には当たっておりません。狙ってはいるんですが、全く当たりません。攻撃判定の場所が違うんで、そこはちゃんと石で囲ってるんで攻撃が入らないということになります。いたずらでですね、ゲーム中の恐竜に野生を仕掛けるような人たちもいるようなので、ご活用いただければと思います。あら、子だくさん。衛星ですね。このように赤ちゃんも出てくるようになってます。この親マークがついた子がですね、離れると刷り込みをできるようになります。ほのぼのしますね。はい。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、アイランドに出てくる地上生物36種対応の簡易1マストラップのご紹介でした。こちらですね、1マストラップ、回収も簡単にできるところになりますし、ちょっと寝た場所にはよるんですが、周り壁で囲ってですね、野生生物から身を守るという手段も取れる優れものとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。残念ながらですね、公式、野生生物をけしかけてテイムの邪魔をしてくる人っていうのもですね、いるようですので、ぜひご活用いただければと思います。今回バージョンごとのですね、テイムできる生物たち一覧としてはこちら。
ほとんどの生物がですね、テイムできることとなりますので、ぜひご活用いただければと思います。最後に注意点として、ライブ見てた人はわかるかもしれないんですが、アロサウルスが一覧からいなくなってます。一応ですね、一通り再度作るにあたってですね、検証させていただいたんですが、アロサウルスが天井の鉢を抜けれなくなっておりました。はまらなくなってたんですね。なので、バージョンアップなのか、たまたまなのかちょっとわからないんですが、今回リストから外させていただきました。今後もですね、まだ ASA 実装されたてになりますので、いろいろバージョンアップとかでですね、枠の通れる幅が変わったりとか、仕様が変更となる可能性はございますので、そこだけご認識いただければと思います。この生物はまらなくなったとか抜けられるようになったみたいなものがあれば、ぜひコメントいただければと思います。一応ですね、ヒトマストラップ、今回大丈夫だとは思うんですが、ちゃんとはまっていないと抜けれることはあり得ますので、そこだけですね、野生生物誘導した時に軽く回り回ってですね、ちゃんとはまっているか確認してからですね、麻酔や打ち込むようにだけですね、していただければと思いますので、ご注意いただければと思います。次回は今回ハマっていないサイズの大きい子たちのトラップご紹介させていただきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。